皆さんこんにちは。いい音を出すには部屋が重要だと言われています。でも具体的にどうしたらよいのでしょう。本格的なリスニングルームを作るために工事をするとかなりお金がかかります。多くの人が知りたいのは、今いる自分の部屋をお金をかけずに改善する方法ではないでしょうか。今回はこの一つの方法をご紹介したいと思います。部屋の音を悪くしている要因は次です。低在波というのは、平行な面の間で音が反射して往復を繰り返すうちに、特定の周波数が強調されてしまう現象のことです。低音がボワボワ響いたり、音像定義がはっきりしない原因は、大抵この低在波です。一般の室内では低在波の対策が全てと言っていいでしょう。そこで今回はこの低在波の対策を中心にお話ししていきます。吸音材を壁に貼っていけば低在波は減ります。ただ次の問題があります。低い周波数を吸音するためには吸音材に厚みが必要です。薄いものをペタペタ貼っても効果ありません。200ミリ、できれば300ミリ欲しいところです。吸音材を貼っていくと低在波は確実に減りますが、同時に部屋の残響が減って響きのないつまらない音になってしまいます。つまり低在波を減らすと残響が減って、残響を大事にすると低在波が目立つ形になってるんですね。部屋の音を良くする上で解決しないといけない課題に、この低在波と残響の両立があります。ちなみに最適な残響時間について次の資料があります。部屋のサイズによって違いますが、リスニングルームではだいたい 0.4 秒から 0.5 秒が良いようです。これは以前ご紹介した図です。低在波のモードは無数にあります。この色の濃い部分に吸音材を置けば、その低在波を抑えられますが、どこに置くのがベストでしょう。注目してほしいのはコーナーです。部屋のコーナーはすべてのモードで色が濃くなってますね。つまり吸音材をコーナーに設置すれば、すべてのモードを減らすことができるというわけです。こんな感じです。コーナーの次の候補は部屋の隅に沿った場所です。ここも低在波を吸収しやすい場所になります。壁全体を吸音するわけではないですから、残響時間をあまり減らさずに低在波だけ効果的に抑えることができます。つまりこれで低在波と残響の両立が実現できるわけです。本当に効果あるのか実験してみます。部屋の代わりにガラスの水槽を使います。低在波を観測するためにマイクを設置してコーナーの音を拾います。これで全てのモードを漏れなく拾うことができます。マイクは小型の IC レコーダーです。本当はガラスに穴を開けて外から壁面フラットに設置できるといいんですが、難しいのでこれで代用します。天井にガラス板を置きます。スピーカーを外に置いてランダム過信します。これでガラス容器の中の低在波を測定できます。これが測定結果です。矢印は主な低在波です。515Hz から始まる3つの矢印は3方向の一次モードです。515Hz から下のピークはガラス板の共振です。低在波とは関係ありません。コーナーに吸音材を配置すれば全てのモードが減らせるという話でした。これをやってみます。8箇所のコーナーに厚さ 20mm の吸音材を配置して同じように測定します。この結果がこちらです。
どうでしょう。青が対策前ですが効果ありますね。矢印をつけたピークが軒並み下がっていることがわかります。もう少し吸音材を増やしてみます。今度は上下の縁に沿って吸音材を配置します。こんな感じです。この結果がこちらです。劇的に下がりましたね。消滅と言っていいでしょう。1kHz から上は跡形もありません。これはちょっとやりすぎたかもしれませんね。実際は8箇所のコーナーを吸音して、あとは残響の様子を見ながらコーナーに沿って吸音材を追加していくといいと思います。模型の寸法を現物のサイズに拡大すれば同じ効果になります。注意しないといけないのは、吸音材の厚みも同じ寸法比で増やすことです。模型と現物の寸法比が10倍ですから、吸音材も10倍して 200mm とします。今回はこういう抱き枕を使いました。中身はポリプロピレンの綿です。実際に設置した様子です。突っ張り棒を設置して、その内側に抱き枕を押し込んでいます。現実の室内ではいろいろな制約があります。今回はこんな感じになりました。本来はコーナー8箇所に吸音材がいりますが、実際に設置できたのは4箇所だけで、しかも1箇所は 100mm です。足りない分は上下の隅に沿って延長した形、つまり抱き枕で補いました。さて、これでどの程度効果があるでしょうか。測定してみます。測定の仕方は前回と同じです。部屋のコーナーにスピーカーを置いて、別のコーナーにマイクを設置します。これで全てのモードを過信して、全てのモードを漏れなく拾うことができます。これが結果です。まあまあですね。75Hz の効きがちょっと少ないですが、その他はだいたい減ってます。効きが少ない 75Hz の応答はどうなってるのか、トーンバースト法で測ってみました。これがその結果です。対策前に比べて応答が2倍に速くなりました。共振倍率が半分になったんですね。これは期待できそうです。75Hz は上下方向の低材波ですから、サブウーファーを床にベタ置きしなければ問題なさそうです。吸音材を設置するとすぐに気づくことがあります。暗騒音の質が変わってます。シーンとした感じがするんですね。まるでスタジオに入ったような雰囲気です。音を出してみると、スピーカーの鳴り方がこれまでと違うことに驚きます。低音が弾むような形で出てきます。音像定位もよりはっきりしています。スピーカーの能力が 100% 発揮できた感じですね。ただですね、ちょっと残響が少ない感じがします。これはホワイトノイズを使った簡易計測の結果ですが、ひいき目に見て 0.24 秒しかありません。最初のグラフで見るとスタジオレベルですね。この部屋はもともと残響が少ないんで、抱き枕じゃなくてコーナーだけにすればよかったかもしれません。これから新築される場合は、
勾配天井にして吸音機構を壁に埋め込んでしまうといいでしょう。これは上下の隅に沿って共鳴型の吸音機構を埋め込んだ例です。今ある部屋に設置する場合は、抱き枕の他にこんな商品があります。これはコーナーに設置するタイプの吸音スポンジです。写真では三角形のものを組み合わせてますが、端っこが薄いのでキューブ型より性能が落ちます。吸音できる周波数は厚みで決まり、機器の大きさが面積で決まります。低在波の対策ではキューブ型を使うのが正解です。三角型のものは残響時間の調整に使うといいでしょう。低在波さえ抑えてしまえば室内音響で難しい課題はありません。コーナーだけ吸音することで残響を残しつつ低在波を抑えることができます。これは一般的な室内の音を良くするための最良の方法です。皆さんの部屋でもスタジオの音を実現できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。